は、あおいです。はーい。今日はダルゴナコーヒーと米粉パンケーキを作ってお家でカフェをやっていきたいと思います。はい、ということで今日はお家でカフェをやっていきたいと思います。で、料理動画をたくさんリクエストをいただいてたんですけど、今日は料理っていうか、料理じゃないかなって感じなんですけど、それのカフェバージョンっていう感じでやっていきたいと思います。で、今日はダルゴナコーヒーと米粉パンケーキを作るんですけど、ダルゴナコーヒーはみんな知ってるかな。すごい今人気で、牛乳の上にコーヒーのクリームみたいな感じが乗ってるやつで、おしゃれな飲み物なんですけど、それを作っていくのと、あとは米粉パンケーキはですね、私がお家でおやつとして食べてる、一つですごく簡単なので、それも合わせて紹介していきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。レッツクッキング。でまずは米粉パンケーキの準備からやっていきたいと思います。でダルゴナコーヒーは、みんなに YouTube で説明するときにちょっと成功せんかったらどうしようと思って、ダルゴナって結構失敗が多いイメージで、なんか意外とうまくいってない方多いなって感じだったんで、ちょっと試しに、練習してみたらめちゃくちゃ時間かかって、そんな感じなんで、先にダルゴナコーヒーを作ってしまってだらけてしまったそのなんてクリームがね柔らかくなってしまったら嫌なので、先に米粉パンケーキの準備をしてからやっていきたいと思います。私が使っているやつはこの米粉ミックス使ってて、でこれは大豆粉と米粉のパンケーキミックスです。オレンジページのやつなんですけど、ない方は全然ホットケーキミックスでもいいんですけど、ホットケーキミックスよりはこっちの方が体にいいので、これがあったらこれを買うようにしています。ヨーグルトは別に入れても入れなくてもいいんですけど、私は甘くなりすぎない感じがいいので、ちょっといつもヨーグルトがある日は入れてます。であとは豆乳、うち牛乳でも大丈夫です。蜂蜜は、マヌカハニーにします。でマヌカハニーは免疫力を上げてくれるんですけど、カロリーが高いので、これ多めでちょっとこれプラスするっていう感じで調節していきます。あとはバナナですね、売れてる感じで。じゃあやっていくんですけど、この裏に、レシピがあるんですけど、この感じではなくって、今日は卵も使わないし、分量はもう目分量です。1人前を作るのってやっぱこれって全部の量で書いてあったりするじゃないですか。だからもう自分で混ぜながら硬さを調節しながらやっていきますけど、こんな感じで入れてるんだなって見てくださいじゃあまずこういうボウルの中に米粉を入れます。とりあえずこんくらい入れました。で足りなかったりしたら後から入れます。その後ヨーグルトだいたいこれくらい入れます。で一回混ぜます。ちょっと次豆乳ちょっと入れます。ここでちょっと混ぜて、まだちょっと硬いので入れます。マヌカハニー、マヌカハニーはバナナジュースの中に入れたりとか、アサイーの中に入れたりしてます。こんな感じでほんまにホットケーキミックスみたいになってくるので、でもこれだとちょっと1枚分しかできひんよな。今日はちょっとカフェっぽい感じの飾り付けもしたいので、同じ分量をもう一回入れます。今ね倍の量がここにできました。こんな感じ、量を増やしましたので、ここにバナナを入れていきます。もうスプーンでこんな感じで、後でトッピングするので半分ぐらい残しておけば。ちょっとバナナ入れると柔らかくなったので米粉を足しました。生地はこんな感じで完成しました。わかるかな、こんな感じで一旦ダルゴナコーヒーを作るので、その間冷蔵庫に入れておきます。
はい、ということで今から本命のダルゴナコーヒーを作っていきたいと思います。で、用意するのはすごい簡単なんですけど、結構失敗してる人多かったから、お休みでこう一回ちょっとできるかなと思ってやってみたんですけど、めっちゃ時間かかったので、ハンドで手動でやるとすっごい疲れるし、30分ぐらい混ぜ続けたりとか、あと振るやつも結構振らなあかんって、こう袋に入れてもできるらしいんですけど、やり方が難しいことで、お家に何かこう手動でできるものがないかなって探したところ、じゃあバーン、これ見てください。っていうこれ見てちょっと弱そうやんってめっちゃ思うと思うねんけど、ほんまに弱かったけど、手で自分で混ぜるよりは楽やなっていう感じで、これでやってみました。これは100均のやつなんですけど、なんか家にあったんよ。多分お菓子作ろうと思って買ったんやけど使わへんくってあったってやつですね。これを初めてダルゴナコーヒーで使いました。そしたらなんか思ったよりもなんかちっちゃいからか分からへんけど弱く、最終角立てるのはハンドでやりましたので、そのやり方が多分一番いい感じになる気がする。手は疲れへんけどちょっと時間かかるみたいな感じで今日はやっていきたいと思います。これでちょっとなんかおもちゃみたいで恥ずかしいで、用意するものはすごい簡単で、インスタントコーヒーと砂糖とお湯を1対1対1での割合でやっていくんですけど、前回初めてやった時は大さじ111でやったら、もう少しミルクのそのに対してコーヒーのフォームが欲しいなと思ったので、今日は大さじ222でやっていきたいと思います。じゃあこれインスタントコーヒー、私はこの無印のやつです。はい、でボールとかでやってる人もいると思うんですけど、こういうボールとかでやるとすごいなんかこうパシャパシャパシャーンって飛んでるのを見たから、最初はこういう深めのグラスとかでやるのがいいと思います。で砂糖も大さじ2、はい、大さじ2入れました。で、水でもいいんですけどお湯の方がやりやすいって見たので、お湯を2杯入れます。で混ぜます。ちょっと溶かす。はい、じゃあこんな感じで今溶けましたので、これで混ぜていきます。なんか妹にこう最初やってみたらって言われて、妹なんかスタバのミルクフォームを作るやつでやったらしくて、私はその時に YouTube をちょっとお休みしてた期間だったので、またやり始めたらやろうかなって思ってて、この間その休日にやってみたんですよ。なんかもうずっとこれテレビっていうか映画見てたんですけど、映画見ながらずーっとこれで気づいた30分ぐらい経っとったけど全然なってなくて、今日も根気よくこんな感じでやっていきますポイントはなんかこうやって混ぜるよりは斜めにしてあげてやる方がいいです。しかもやっぱこういう瓶深いやつに入れると飛ばないからいいよね。袋でもできるみたいなので、袋に同じ分量入れて、あとはとにかく振るらしい。そしたらできるらしい。やっぱさ、おうち時間でさカフェに行きたいけどカフェに行かれへんやんか。こういう自分で作るのもありやね。しかも時間あるから、ほんまに自分の手でこう振ったりとか混ぜたりするのはめんどくさいけど、こういうのとかハンドミキサーある方はもうこうやってなんかちょっと見てる間にとか終わっちゃうから、それでそのままねパンケーキ食べながらコーヒーとか最高じゃないですか。今ね10分ぐらい混ぜて、見える？こんな感じでちょっととろっとしてます。これぐらいになるまで一旦手が疲れるんで電動のミニミキサーで混ぜます。お次はこちらの出番です。この液体こんな感じで半分ぐらいは頑張って泡立てたんですけど、この半分ぐらいはまだコーヒーの液って感じですね。これをもう手で混ぜた方が早いので手で混ぜます。移し替えたらもうあとはひたすら混ぜます。ここから手動でやるときはすごい飛び跳ねてしまうので、大きめのボウルでやるのがおすすめです。混ぜるぞ。で、一旦この状態で置いておきます。でその間にパンケーキを焼いて最後仕上げてっていう感じで OKOK。 じゃあ焼いていきます。この辺これぐらい生地の硬さ
まあ好みなんですけど、まあ大体これぐらいかな。で、私はバターがあんまりそんなに好きじゃなくて、なんて言ったらいいんやろ、パンとかこういうホットケーキとかそういうのにはバターなし派なので、この油でもいいんですけど、私はこのココナッツオイル、これすごいお試しにいいので、これでなんかわかるかな、なんか料理にバターでこうバターソテーとかそういうのはなんかあんま嫌いじゃないんだけど、パンとかそういうのにあんまり塗るのが好きじゃないんですよね。だから結構ホットケーキとかもそのまま食べます。ちょっと弱火にして、ちょっととっても大きい蓋しかないんですけど、ちょっと蓋します。パンケーキはね、弱火でゆっくり焼くのがいいので、ちょっと放置します。こんな感じでちょっとプツプツっていうのができたので繰り返します。わお、放置しすぎた。パンケーキってさ、どうやったらさ、こう表面のこの均一な焼き目ってどうやったらできるの？ちょっとまだそれは研究がいりますね。じゃーん、パンケーキが焼けました。ちょっともうなんかちょっと焼き目はまばらですが、こんなパンケーキ屋さんもありますよね。ということで、こんなパンケーキと今トッピングにブルーベリー、冷凍ブルーベリーと残ったバナナとちょっとおしゃれにナッツとか用意してみましたので、これをトッピングしていきます。ちょっとなんか盛り付けよくわからんけど、まあとりあえずこんな感じでいいか。で、後で上からハニーをかけます。今ね、パンケーキができたので、最後このダルゴナコーヒーを混ぜて仕上げます。はい、今グラスに牛乳を入れました。牛乳をはい、やっと完成しました。ちょっと疲れた。まずダルグナコーヒーがこんな感じです。わかるかな、フォームがこぼれそう。はい、こんな感じ。ですね、作ってみて思ったのは、こう最後こう盛り付ける盛り方がちょっとやっぱ難しいなと思った。まだ2回目なんで、まあちょっと下手くそなんですけど、まあいい感じにできたでしょう。で、今日ねちょっと曇りで太陽が出ているところがないので、太陽光があればもっといい感じで撮れたかなっていう感じです。写真を撮るときは、物撮りを撮るときはできるだけ自然光で背景が白になるようなところで撮ると物撮りはおすすめです。で、パンケーキはこんな感じで蜂蜜を上からかけました。あんま見えへんかな、こんな感じです。カフェなのでちょっとカフェっぽく写真を撮ってみたので、こんな感じです。はい、じゃあ、飲んでいきたいと思います。じゃあまずこれなんかこれフォームを結構私入れすぎちゃったな。あと気合い入れて混ぜすぎて固まって全然出てこん。1回目はね大さじ11にしたけど、2回目は多くしたからちょっと盛りすぎちゃった。おいしい。最初は混ぜずにこのフォームを楽しむ感じがいいと思います。混ぜようかな、スプーンで。で、これ作って思ったのは、ブラックが好きな人はちょっと甘いかな。でも私はブラックが飲めないのでちょうど良いです。で、ミルクたっぷりにすると苦いのが苦手な方でも飲んでもらえると思います。じゃあパンケーキ食べたいと思います。ちょっと待ってよ。パンケーキ食べたいやな、知ってます？パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。こんな感じでいただきます。
米粉パンケーキはね、なんか外はカリッとしてて中はもちっとっていう感じで、冷めても美味しいです。なんかカフェ来た気分なんかさ、物撮りっていうのはなんかそういうのは得意なんですけど、これ食べ物を撮るのってすごい難しいよね。料理はね毎日するんですけど、こういうパンケーキとか、毎日食べるわけじゃないから朝いにする時とかもあるし、全然スナック菓子を食べる時もあるしって感じなんですけど、そのスナック菓子とかってちょっと罪悪感があったりするやん。だからこういうバナナとかで甘くしたりとかっていうのとかもいいしね。でもしょっぱいおやつもなんか作れるようになりたいななんかインスタとか見たらさ、可愛いやつあるじゃないですか、可愛いお菓子とかで、なんかちょっとカフェ気分を味わえるようにやっていこうかなって思ってますので、何かリクエストとかこういうのがおすすめで簡単ですよってのがあればコメントで教えてください。料理のワンプレートご飯とか出していきたいな。ワンプレートだとさ、洗い物も少なくて済むし、なんかおしゃれな感じに写真も撮れるしね、あるよね。はい、ということで今日はお家でカフェをやってみました。イエーイ。成功っていう感じかな。すごいレシピ自体は簡単なんですけど、 YouTube を撮るってなるとちょっと作っては撮ってみたいな感じなので倍時間がかかって、大変だったんですけど美味しくできたので良かったとしますで、米粉パンケーキもダルゴナコーヒーも混ぜて焼いたり混ぜてこう入れるだけですごく簡単なんですけど、フォームをね作るのがすごい大変っていうか、時間がかかるので、お家のいい運動だと思ってこう家族でやったり自分で一生懸命運動したりして、いい感じのダルゴナコーヒー作ってみてください。で、なんか抹茶味とかねいろいろやってる人いるんですけど、それは本当に成功するのかわからないので、インスタントコーヒーはこれでできるのでぜひやってみてください。米粉パンケーキは結構私お家にあるものを入れて作るので、米粉っていうところがポイントかな。なのでそうするとすごいもちもちの美味しいふっくらしたパンケーキができるので、ぜひ試してみてください。おうち時間毎日料理してるんで、料理動画はお見せできる感じかわからないんですけど、そういうの作ったりとか、こういうワンプレートっていうのはすごいカフェ気分にもなるし、写真をね撮る方とかもいい感じに撮れると思うので、またそういうので紹介できるようなものがあればやっていきたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。やばい。これちょっとどうしよう。待ってティッシュひげみたいになっちゃった。もう一回なんか